皆さんこんにちは。ネクタイデカスギです。本日は9年前に岐阜県下北沢村で起きた女子中学生失踪事件の取材を行います。いちごさん、カメラ回ってますよ。こんにちは。本日は取材に応じてくださりありがとうございます。9年前の出来事は私もいろいろと調べています。事件解明のお力になりたいので、当時のことをいちごさん目線で聞かせてください。私は中学3年生、15歳になった年に下北沢村に引っ越してきました。そこで仲良くなり、親友になったのがのんちゃんです。のんちゃんは村のこといろいろ教えてくれました。そのうちの一つが、田所様のたたりでした。田所様のたたり。下北沢村で語られる都市伝説の一つ。内容は、8月10日に15歳の少女が村を出歩くと田所様に連れて行かれ行方不明になってしまうというもの。田所という名は奥下北沢神社のある田所さんが由来となっている。調査の結果、田所様のたたりという名は近年呼ばれ出したものであり、古くからこの地に伝わる菅野美穂という伝承が元になっていることが分かった。菅野美穂。下北沢村に古くから伝わる伝承であり、手前下北沢神社にその内容を綴った巻物が保管されている。その昔、田所さんには流れ者の一家が住んでいた。なお、菅野家は時々村に降りては村人たちと交流を図り、友好的な関係を築いていた。長女の菅野美穂は非常に美人であり、村の青年たちから人気があった。ある時、山に数人の山賊が入った。山賊たちは菅野家をむごたらしく惨殺したが、菅野美穂だけは美人であったため、生かし恥ずかしめた。山賊たちは数ヶ月の間、菅野の小屋に滞在し、菅野美穂を時には食料の調達に使わせ、時には体を痛めつけ、時には病辱の限りを尽くした。そして、菅野美穂は15歳で望まぬ子をはらんだ。月日が経った時、菅野美穂はひどく痩せこけ醜い姿となっていた。山賊たちは菅野美穂を殺さず放り、山を降りた。赤子は流れ、菅野美穂は強い恨みの念を抱きながら最後には死んでしまった。産めとなることはなかったが、その怨念を受けた赤子は成仏することはなく、強力な邪神として山に根付いた。三回の一子となったこの怨霊こそが、田所様の正体なのである。田所様は、今も死んだ母親を探し続けている。村人たちはみんな親切で、あの日、私たちに警告してくれました。田所様のたたりがあるから家から出るなぁ、と。でも私はそれを無視して、のんちゃんを無理やり家から連れ出しました。その時はまだ、統合失調症が完治していなかったんです。都会に住んでいた頃に発症した統合失調症が原因で田舎に越してきたんです。村に来てからも、自分の主張と行動の整合性が取れていないことが多々ありました。明らかな矛盾に気がつかないこともありました。だから私は、田所様のたたりはただの口実で、単なる嫌がらせを受けているのだと思いました。家の門や玄関に貼られたお札も、ただの嫌がらせだと思い、勝手に剥がしました。下北沢村の風習。下北沢村には2つの神社が存在する。田所さんにある奥、下北沢神社と、山の反対側にある手前、下北沢神社だ。村にはもともと、
この辺りの地域で信仰される豪という民族神を祀る手前下北沢神社だけが建っていたが、後に奥下北沢神社が建設されたという。下北沢村には古くから毎年8月10日に奥下北沢神社の境内で祭りを開くという伝統がある。同じ日の夜に田所さんの頂上付近では長老や村長ら村の役員たちが集い、田所様のお祓いの儀式を行うというが、これは村の中でもあまり知られていないらしい。その日は手前下北沢神社で作られたお札を家の門や玄関に貼るという風習もある。これらの風習は菅野美穂の伝承の影響から始まったと言われているが、詳細は後ほど説明しよう。私たちは祭りを抜け出し、村長さんたちのお祓いの儀式を見に行きました。にょんちゃんは嫌がりましたが、その嫌がる姿が可愛くて、私は無理やり連れて行きました。その日は新月で周りがよく見えなかったんですけど、山には鳥居や水子地蔵がたくさんあったのを覚えています。8月10日は特に変わったことはなかったんですが、その翌日、にょんちゃんの様子が急変しました。変な声が聞こえるとか、変なやつが見えると言い出したんです。私には声も姿も見えませんでした。にょんちゃんはだんだん早足になり、明らかに何かから追われて逃げているような様子でした。そして、私が少し目を離した隙に、にょんちゃんは消えたんです。全部、私のせいなんです。私が消えればよかったのに。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん。愛さんからの取材を終えた我々ネクタイ霊能調査事務所は、より詳しく調べるため、下北沢村に向かった。事件当時からも下北沢村の村長を務めている久保太斗氏は、この村について詳しく語ってくれた。菅野美穂の事件があったのは800年ほど前だと言われています。当時は15歳の少女が立て続けに行方不明になったり変死したことで大騒ぎになったそうです。少女たちは何かに追われていると証言し、それを肉の塊、奇妙な形をした赤子などと形容したといいます。調査を行った村人たちは、すぐにそれが菅野美穂が産んだ3回だと分かりました。9年前に失踪したミョンさんは当時14歳でしたが、なぜミョンさんが狙われたのですか？それには、訳があります。実は、にょんちゃんは捨て子だったんです。あきらさんの家の前に乳児のにょんちゃんが捨てられ、あきらさんが母親として育てたんです。戸籍上は14歳でしたが、にょんちゃんは発育があまり良くなく、年齢よりも幼く見えたため、本当の誕生日が数ヶ月ずれていたんでしょう。つまり、にょんちゃんは事件当時、本当は15歳になっていたんです。もちろん、そのことを考慮して、当時は外出しないように話をしました。家から出なければ、田所様のたたりは回避できたんですか？基本的にはそうです。8月10日に山に近づかなければ、田所様には見つかりません。しかし、にょんちゃんは田所様に近づきすぎたため、目をつけられてしまったんです。なぜいちごさんは田所様のたたりに合わなかったのですか？それは単純に、田所様は一度に一人しか狙わないからです。たまたま、二人のうち一人を狙っただけです。あの日、山に来たのがいちごちゃん一人であれば、田所様のたたりにあったのはいちごちゃんだったでしょう。なぜもっと強く警告しなかったんですか？強引にでも家から出さなければ、こんなことにはならなかったのでは。戦前は、話を聞かない家にも強引に言うことを聞かせたり、少女を無理やり手前下北沢神社で保護したりもしました。しかし、こんな時代ですからそういうことを簡単にはできません。実際に警察沙汰になり、県庁から指導を受けたこともあります。なるほど。
いちごさんは山には水子地蔵があったと話しています。なぜ神社の境内に仏教の地蔵があるのですか？そういうところは私もあまり詳しくないですね。神社の人ならそういう話も詳しいかもしれません。久保太斗氏の紹介を受け、我々は手前下北沢神社の神主であるレウ氏にも話を伺った。ふは今日もいい天気。なぜ奥下北沢神社の境内には仏教の地蔵があるのですか？ああ、それは昔の人が勘違いしていたからです。え？昔の日本人は宗教という概念をちゃんと理解していなくて、神道と仏教を混同していたんです。だから神社が建てられる前に地蔵菩薩が設置されたんです。神社を建てるより簡単ですから。そうだったんですね。普通の地蔵ではなく、水子地蔵であるのはやはり田所様が3回であるからですか？そうです。田所様は流産によって死んだので、エコをするために建てたのでしょう。しかし、それだけでは意味がないと分かった村人たちは、後に奥下北沢神社を建てました。奥下北沢神社は田所様を山に封じ込める役割があります。山に立っている計931本の鳥居は結界なのです。はい、すっごい。地蔵を置き、神社を建てたことで田所様のたたりはおおむね防ぐことができました。しかし、8月10日だけはどうしてもたたりが起きてしまいました。おそらく、菅野美穂が亡くなった日付が8月10日であったため、その日は田所様の力が強まるのでしょう。そこで、8月10日は菅野美穂の小屋でお祓いの儀式をするようになったのです。さらに、悪霊は人々の喜びや楽しみの念を嫌うと考えた村人たちは奥下北沢神社で祭りを開きました。これが下北祭りです。なるほど。祭りそのものも結界の役割を果たしているわけですね。そういうことです。しかし、困ったことに、これでも田所様のたたりを防げない年があったんです。それは8月10日かつ、新月または新月前後の日です。この辺りの地域では、新月の日はお天道様の力が弱まるので悪霊が出やすくなると言われています。8月10日の新月の日は田所様が結界を破り山を降りることができるのです。田所様はそんなに強力な悪霊なのですか？ええ、完全に払うことは非常に難しいです。平安時代ならわかりませんが、現代の霊能業界では太刀打ちできないでしょう。私ですら叶わないのですから、ネクタイさんのような貧弱な霊能力者ではまず無理です。そうですか。しかし、そんな田所様から身を隠す方法がありました。それは、この手前下北沢神社で作られるお札を家の門や玄関に貼ることです。隠し札は田所様を防ぐ結界にはなりませんが、田所様から認識されなくなる力を持っています。奥下北沢神社が田所様を封じる神社だとすれば、手前下北沢神社は田所様から隠れる神社なのです。なるほど。よくわかりました。今日はありがとうございます。帰る前にお賽銭を忘れずにおね。下北沢村での観光を終え事務所に帰着した我々は、戦後に起こった田所様のたたりと思われる事件事故を調べた。8月に起きた15歳少女の失踪事件は、今回の事件を含め4件が見つかった。うち2件は遺体が見つかっており、検視の結果、死因はいずれも子宮破裂によるショック死だと判明した。また、月齢カレンダーを参照した結果、この4件の事件事故はすべて新月の前後に起きたものだと分かった。